い。では後半戦いきましょう。私次聞けばいいからね。はい、お願いします。もうこっち楽しみよ。お疲れ様でした。いやいや、前半戦はお仕事お悩み相談室だったんですけど、今回もう一個恋愛のお悩みっていうのでも聞いてみてて、そっちでもちょっと来たので、それは私が答えていこうかなと思います。ななみちゃんね、今北海道のBe My ラジオっていうので、隔週ですね。恋のお悩みに選書で答えてるんだよね。そう。あれ何年やってんの？あれもう1年半ぐらい。もうあれじゃん、もう恋愛選書マスターになってきてるね。本当恋愛選書マスター。そうだよね。恋愛マスターではないんですけど。恋愛選書マスターにちょっとじゃあ聞いてみましょう。行きましょう。おはい。願いします。では行ってみましょう。上から最初ダーッと読みますね。はい。なかなか男性を好きになることができず困ってます。減点方式で選んじゃう。現在彼氏は結婚願望がないけど、結婚しないという選択肢あるのでしょうか？気になってる人がいるけどちょっと冷めてしまった。10年くらい片思いって長いですか？相手の気持ちが分からず行動一つ一つに一喜一憂しちゃう自分が嫌です。好きな人からの返信がなかなか来ない。いいなって思う人に素が出せません。いい人が見つからない。でもなんか可愛いのいっぱいあるね。可愛い。こっちはね結構キュンみたいなお悩みが多いです。では行ってみましょう。まず上から。なかなか男性を好きになることができずに困っています。つい減点方式をしてしまいます。これは今回柚木あさこ3回目です。本当？柚木さん3回目のあさこちゃん。3回目のあさこちゃん。伊藤くん A2E です。いいよね。これなんか選書理由としてはちょっと厳しいかもしれないんですけど、つい減点方式してしまうっていうの。私今めっちゃマッチングアプリやってるんですけど、やってたらこの気持ちわかる。そうか。誰々ここがちょっと嫌だなとか思って見てるんですけど、でも自分もそうやって減点方式で見られてるかもしれないっていう考えがあるかないかすごい大きいなって思って。でこの伊藤くん A2E は、伊藤くんっていうすっごい女ったらしの男の子に、何人だっけ5人でしたっけ？ ABCDE か？ ABCDE の女の子が全員こう惚れちゃって、でそれぞれみんなボロボロになるっていう話で、柚木さんやっぱお上手ですよね。柚木節炸裂、これも本当に女性特有の面倒くさい部分とか書いてるんですけど、読んでて最初はうわわかるわみたいな、面倒くさいよねみたいな思うけど、自分大丈夫？待って、私かも。私やばいかもってなってくるよね。全然最初自分じゃないことと思って読んでたのに近寄ってくる足音何なんだろうね。本当に柚木マジックすごいよね。あれ柚木マジックだよね。っていうので、なんかこう相手を見るのもすごい大事だけど、自分を振り返ってみるっていうきっかけにもなったらいいのかなと思ってこれにしてみました。はい。減点方式わかるけどね。伊藤くん A2E 読んでもらおう。めっちゃいいと思います。はい。じゃあ続いていきます。現在彼氏や結婚願望はいないけど将来を考えると結婚しないという選択肢に不安を感じます。結婚したいってことかな？今は考えてないけど。難しい。じゃあそんな方に選書をお願いします。これは山本文夫さんのエッセイ結婚願望っていうのを選びました。山本文夫さんいいよね。でこれは今よりも20年ぐらい前、結構前のに出たエッセイなんで、結婚するのが当たり前っていう考え方。かつこの山本文夫さんめっちゃ恋愛体質なんです。そうなんだ。だからその時代背景だったり、山本文夫さんだったりっていうのに共感できない部分もあるんですけど、一度経験されてる結婚してバツイチの山本文夫さんがこう解く恋愛観、結婚観めちゃくちゃ深い。なんだろう、結婚とは恋愛とはって考えさせられるエッセイっていう哲学書ぐらいまでいっちゃってて、結婚する覚悟と結婚しない覚悟っていう話があるんですけど、結婚しないっていうのにもめちゃくちゃすごく覚悟が必要で、結婚しないって決めるってことは生涯孤独でいるっていうのを決めなきゃいけない。それもなんだろう、こう結婚するぞっていうのと同じぐらい覚悟が必要なことだから、どっちがいいとかどっちが悪いとかそういうのじゃないよっていう話があって、先生みたいな、なんか結婚って何なんだろうなみたいな、寂しさとか不安を埋めるためなのかみたいな、でもそれって一人じゃどうにもできないのかみたいな、こう人生の
先輩からうん一回こうちょっと教えてもらうってい結うのは婚一度経験した先輩からね。いいんじゃないかなって思って今ね決める必要ないんじゃないかなってすごい思いました。今彼氏とか結婚願望はないけど、うんその未来が心配であるって時に結婚しないって決めることも覚悟がまた必要だってこと。そんなもうこんな浅くない。まあ浅くないこんな持ってきますね今度。こんな浅くない。分かった。ずっと頭の中結婚、恋愛のことしか考えてなくて、そうなんだ。山本さんってもうびっくりするんですけど、うんうんでもそれだけ本当1日36時間ぐらいそのこと考えてるんじゃないかぐらいの勢いだからやっぱこう返ってくる答えの角度が違う。ねえ。私絶対泣かないっていう女性のお仕事小説短編集読んで、山本さんすごい良かった。自転しながら好転するとかもだよね。そうですの方なんですけど、じゃあ多分すごい素敵なエッセイだ。表紙めっちゃ可愛いんですけど、本当。教会でこうキラキラみたいな感じなんですけど、書いてること結構辛い。本当。じゃあいいかもね、考え事には。はい。じゃあ続いてです。この人は恋してるね。気になる人がいるけどちょっと冷めてしまった。でもきっぱり諦められない。はい。どんな本にしましょう。はい、これは悩んだんですけど、綿谷りささんの勝手に震えてる。もうパンチ系に行くって本ね。ね、付き合う前から冷めちゃった。付き合いますそういう時。付き合ううんだ。なんかもしかしたら好きになるかも。一回いいって思うこと自体がもう私ぐらいの年齢になると珍しいから付き合うかもな。いや嘘かも。どうする？私もちょっと嫌って思ったらそれ一生引きずっちゃうと思うから私はいかない。本当。なんかもしかしたら付き合ったから変わるのかなとかなんか考えちゃうかも。むずいね。そうだからこうあんまり好きじゃないとかこうちょっと不安がありながら付き合ってとか付き合った後に変わっていくパターンもあるけどそれは自分も相手も傷つけちゃうかもしれない可能性があるかもしれないしないかもしれないしっていうので選んでみました。これって25歳の女の子、ずっと片思いしてきた男の子、一彼との恋愛を続けるか、片思いなんで。待って、一番好きな彼氏の子一彼っていうの？一彼って。何それ若言葉？違う。この話の中で一彼っていうの？主人公の女の子そうなんだ。で一方全然自分は興味ないけど、その自分に対してずっとアプローチしてくれる二彼との恋を進めるか、どっちを取るか。一彼二彼って言ってる時点でちょっとヤバめの女の子なんですけど、もうこの女の子こじらせすぎちゃってすっごいこう一彼のことで頭いっぱいで二彼から告白されてる、でもなんか今こっちで忙しいから二彼のことをすごく突き放すっていうか答えを遠回しにするんですね。でもじゃあ一彼とのこう恋愛がうまくいかなかった、心寂しいな、そういえば二彼が寄ってきておいみたいな。でも分からなくもないけど、それでやっぱ二彼はちょっと傷ついちゃうわけですよね。でじゃあ結局そうどっちも手に入れられなくて一人になる瞬間とかもあったりして、それって結局自分がねやっちゃった行為だから仕方ないんですけど、自分もしんどいし周りもしんどくさせちゃったっていうので、なんかどっちつかずの恋愛はあんまり良くないんじゃないかなっていうので。そうだね。そう私なんかそのちょっと冷めちゃったって付き合う前で思った直感は割と大事にした方がいい気がする。私もそう思う。そっちにする。なんか相手に失礼っていうさ、考え方、立場に立つの大事だよね。でも私言っちゃうかもな。なんか今そんなに気持ちが実は盛り上がってないんだけど、でもいいって思ったからなんか新しい関係性に進んでみたいんだけど、こんな中途半端な気持ちでもいいかなみたいな、すごいなんかこう防御を重ねてなんか提案しちゃうかもしれないですよ。言える環境かどうかこの人わかんないけど、言えるなら言ってすっきりした方がいい。もしかしたら自分の勘違いかもしれないし、その冷めちゃった理由みたいなのが。でもそうか、きっぱり諦められないんだもんね。もやもやってしてるんだったら、もうさっさやめるか聞くか。確かに。ちょっとなんかもしこの動画見てたら結末教えてください。知りたいですね。どうするか。はい、じゃあ次いきます。可愛い。まずごめん、可愛いって言っちゃったけど、10年くらい片思いって長すぎですか？結論として全く長すぎることないと思ってて、ちょっと狂った恋愛の本を2つ紹介したいなと思います。
1個はうん恋に焦がれて吉田の状況っていうない話なんですけど、これはなんか作品としてめちゃくちゃ面白いっていうよりか、設定がなんか狂ってる、23歳の札幌に住む女の子、吉田が初めて恋をする、でその男性はよそじの男性なんですね。で彼のには認知されてない、もう一方的に好きになっちゃって、でもう会いたい知りたい、なんかもっと彼のことが欲しいみたいな、すっごい暴走しちゃって、もうストーカーになるんです。でストーカーを続けてた結果、彼が上京するっていう事実を知ってしまい、友達に止められたのに、上京ついていっちゃうっていう、なんか表紙可愛いんだね、結構。そう結構ヤバめの話。そうなんだ、面白そう。そういう恋愛もあるよっていうのと、それさ、読後感はなんか、うわもう恋愛なんていい怖い女ってなるの？それとも怖い女、なんかこれは女の子の目線で書かれてて、でなんかオチ言っちゃうと楽しくないんで言わないんですけど、なんか恋愛って結局そういうことだよなみたいな、意外となんかまあ確かにみたいな。こんなに大恋愛して北海道から東京にまでついてった、もういやそうなんだけどね、真ん中戻ってくるんだ、ゼロに戻ってくるんだ。気になる。ここの振れ幅なんだったみたいな感じの話。そうだね、恋って振り回されるもんだもんね。もう一個は桜井伊代さんの「私は告白できない」ってめちゃくちゃ青春恋愛小説なんですけど、これは高2の女の子さよこちゃんが人気者のむつきくんに片思いして、さよこちゃんがむつきくんに渡そうって思って書いたラブレターを学校に持っていくんですけど、学校でなくしちゃうっていうところから始まるミステリーですね。でもそのなくしちゃったラブレター、なんと82通目。そんな書いてんの？驚異的な数だなみたいな。ラブレター書いたことあるけど、82回も渡せずに書くって何なんだろうな。そういうこうなんだろう、ちょっと狂ってるけど、でもそれだけ誰かにすごく思いを寄せられること、私は羨ましいなって思ったんです。だから10年の片思い全然なんか長すぎとかじゃなくて、むしろ私は羨ましいと思ったから続けてほしい。そう言えないね、なんか気持ちもすごいもどかしいし、何か進展があるならね、それもいいとは思うけど、長すぎですかっていう質問に対して、私は羨ましいっていう答え。なんかさ、恋愛って私本当に2つ全然違うレッスンがあると思ってて、人を好きになるっていう時に学ぶものと、好かれる時に学ぶものが全然違うと思うから、彼女でもこの10年間、一人の人を好きになるっていうことで、多分あちらから思われないからより好きになっちゃうみたいなのあるじゃん。なんかそこには結構向き合い切ったかなと思うと、この恋愛もういけるとこまで頑張って、次は好かれるっていうことから学ぶものもぜひ楽しんでほしいなって思う。それで言ったらさっきの勝手に震えてるは、彼めちゃくちゃ主人公の子好きなんですよ。一個こんな感じなんだって思うかもしれないし、それでめっちゃいいのが、ニカレはじゃあ私のこと好きって言ってくれたじゃん、私の全部受け入れてよみたいな、ちょっと傲慢な態度になっちゃう女の子の気持ちとかすっごい巧みに書かれてて、気持ちがなんか好かれてることによって大きくなる感じ、ちょっとわからなくもないなみたいな。そうだよね。で2つあるとさ、こっちの気持ちがもう安心材料になってよりいっちゃうよね、一彼に。よくない、同時進行よくないわ。同時進行よくない、よくないよくない。だから一個一個やっぱね、けじめをつけて次に進んでいってほしい。そうだね。だから10年片思いすごいよ。でもそろそろもしかしたら伝えてもいいかもね、思い。で、何回も伝えてるんだったら、もう次はじゃあ一回ちょっと休憩して、思ってもらうっていう恋愛編入ってみようみたいな。そしたらこうバランス見えてくるかもしれないね。私は完全にそうだと思う恋愛が多かったけど、思われる恋愛をした時にもう超楽だな。これこそ私が求めてたものだと思って。私は割とその思ってくれる思いに思うキモってなんないで返せたから、でもそれは自分が十分に届かない片思いやったからだと思う。それはあるかもね。なんか誰かにとっての第一本命だから一彼じゃないけどが私だなんて、そんな奇跡が起きているんだったら、彼はもうディズニープリンセスだなって思ってわかる？なんか私はプリンセスじゃないかもしれないけど、彼にとってのプリンセス物語は成功してるんだなっていうのを、いつも基準はディズニープリンセス。私のね基準はね、センターはディズニープリンセスだから。
はい、じゃあ次行きます。ごめんなさい。私の話挟んじゃった。相手の気持ちがわからなくて、行動一つ一つに一喜一憂してしまう自分が嫌です。はい、どんな本がいいでしょこれはもうエクニ先生ですね。はい、エクニカール先生の泳ぐのに安全でも適切でもありませんっていう本です。はい。これはいろんなね不安定要素がある人生の中で、もう恋愛っていうのにだけは一切躊躇しないっていう10人の女の子たちの短編小説集になってて、エクニさんの書く女の子ってやっぱどこかちょっと不安定だったり狂ってたり危なっかしいみたいなのがあるんですけど、これはなんだろう、狂ってるんですよ。みんな恋愛に狂ってるし、危なっかしいなって思うけど、恋愛に狂わされて不健康ではない、すごくその恋を全うしてるから、めちゃくちゃみんな健康なんですよね。なんか見てて、あ、こんな恋愛いいな、うっとりしちゃう10人の話が書いていて、そうなんだ。私好きかも。好きだと思います。持ってきます。読みたい。で、これ私すっごい話があって、うんとお腹を空かせてきてねっていうタイトルだったかな、の話があるんですけど、私たちは毎晩一緒にご飯を食べる。だから私は思うのだけれど、私たちは体ももうかなり同じものでできているはずだ。その考えは私を誇らしい気持ちで満たすっていう、なんか食事を通して何も言わずに心を通わせる、なんてロマンチックなんだって思って、私はこれを読んで、そこの人にこう思ったんです。なんか相手の気持ちがわからないって聞けないまま苦しい恋愛よりも、一緒に美味しいものをお腹いっぱい食べて苦しくなるっていう幸せな恋愛の方が良くないですか？これめっちゃいいじゃん、ななみちゃん。めっちゃいいです。しかも答え方もいい。その苦しみ方をもう違う苦しいにしてほしい。好きだとさ、食べ方とか気にしていっぱい食べられないもんね。もう行きなよ、なんか口の周り汚くなるカラスミパスタ、イカスミパスタ、歯ね黒くしながらイカスミパスタ大盛りとか言ってほしいね。絶対さ、この相手の気持ちわかんない人とイカスミパスタ食べられないよね。でも美味しいじゃないですか、イカスミ。がっつり食べて美味しいねって笑って、お前歯黒いぞぐらいの関係性がなんか気づけると、あっちも構えてんのかもよ、もしかしたらかっこよくいなきゃっていうことに対して。どっちも見え張っちゃってるのかもしれない。これすごい、選書素晴らしい。もう今回ピカイチだね、これ。これいいです。あとなんか私が励まされちゃったよ。読みます、私も。はい、持ってきます。続いていきます。好きな人から返信がなかなか来ない。返信のスピード合わせた方がいいのかな。かわいい。お願いします。はい、これはエッセイだ。メンヘラ大学生って方だったかな。好きな人の良さを分かっているのは永遠に自分だけでいいっていう。最近こういうすごいタイトルのさ、バコーンってくるの多いよね。これがもう本みたいなね。タイトルって文学感じちゃって、これは文学っていうよりかは本当に恋愛トークできる友達できたみたいな気持ちになれる本なんですけど、なんかこう好きな人との恋愛がスムーズにいかない時って、モヤモヤしてもイライラしちゃうみたいな、だからこう自分で考えるよりも友達と話した方がすっきりするみたいな、あるじゃないですか、何も解決してないのに。それをこの本は叶えてくれる。めちゃくちゃ本当共感する。いいねいいね。あ、もう分かるみたいな、なんかしんどいよねみたいな、分かりみ深い。超分かりみが深い。友達増える。友達増えるエッセイで、これは実は男の子が書いてる。すごいいいね。女の子じゃないっていうのがまたいいなみたいな。だからなんかこんなに女気持ち分かってくれる男の子のしかも大学生いるのみたいな。でも本当分かってくれてありがとうみたいな気持ちになれる本。だからこれは相手からの返信スピード合わせるのがいいのか。なんかね、自分のスピードで行くのか、どっちが正しいか分かんないけど、一旦彼と対話してみてっていうので救われたらいいなと思い、これにしました。本当に結構さっきエクニさんのね、こううっとり小説とか、じゃあ山本さんの哲学みたいな結婚観のエッセイとか紹介したんですけど、これはもうなんだろう、ツイッター読んでるぐらいのテンションの文章なんです。でもマジしんどいよねぐらいの感じで語りかけてくるから、すごく心がすっきりすると思います。
で恋愛したいみたいな、なんか今ちょっとこのキュンってなってる感じも肯定してあげられる、そうキュンの苦しいも悪くないじゃんって思えるような本です。あれかもね、じゃあ今恋してない人も、あ、なんか恋愛楽しそうだなみたいな、わちゃわちゃしてる人見るとさ、元気出るじゃん。本当にわちゃわちゃしてるわちゃわちゃ系っすよね。でもなんか重たいネチネチしてる嫌な恋愛とかじゃなくて、わかるみたいな、なんか誰でもこれ当てはまるんじゃないかな。本当にすごいな。いいね。そう。ななみちゃんやっぱこう恋愛の選手が進化してるね。恋愛選手の選手。選手ね、こうちょんちょんって言ってね。超大事。いいと思います。じゃあ次はもう終盤あと2つです。いいなって思う人に素が出せません。嫌われたらどうしようと思って理想が高いのか、いいなって思う人にも出会えません。素も出せないし出会えてない。はい。どうしたらいいですか、先生。これはこの前の辛ラーメンの動画で紹介したやつなんですけど、好きに生きても大丈夫っていう韓国エッセイ。これは幸せ、寂しさを埋めるために結婚するんじゃなく、自分の幸せを叶えるために結婚っていう選択肢があるよっていう、こうなんだろう、自分の恋愛、結婚はなんか自分を幸せにするための選択肢の一個でしかないっていう考えを与えてくれる感じで、それだけで心めっちゃ軽くなる。そうだからいい人いないどうしようってすっごく悩むけど、自分が満足してたらいい人って多分降ってくるし、なんかその時に出会えた人を話せないでいれば絶対幸せになれるなみたいな、探したいい人ってどうなんだろうなみたいなのを考えさせられる。どうすればいい？じゃあどうすればいい？このエッセイで言ってるのは、自分の寂しさを埋めるとかそういうことじゃなくて、相手の嫌な部分もしっかり受け止めなきゃいけないんだぞっていう前提があって成り立つものだから、ちゃんとまず自分を愛さなきゃっていうのを書かれてて。でもそうだよね。だから恋愛したいし、彼氏欲しいし、いい人を早く捕まえたいみたいな気持ちはわかるけど、じゃあ私もマッチングアプリしてる身だから言えないけど、でも今なんか同時進行で一緒にやってるのは、一人でも絶対的に幸せな道を今作りつつ、傍らマッチングアプリもしつつ、そしたらなんかいい人いなくても、今日もなんかお酒一人で飲むの楽しいからいいやって、なんかね、分散できるじゃないですか。そうだね。自分を持つっていうのは結構大切だよね。でこれは、その自分を幸せにするための選択肢のヒントめちゃくちゃ書かれてて、そうだからなんかこう誰かと一緒になるとか結婚するっていうのが必ずしも正しい答えじゃないよっていうのを、結婚して子供を育ててる女性が書いてるっていう。別に彼女はそれに対して後悔はしてないけど、じゃあもしこの人生がなくなった時、辛くなるかって言われたらそうじゃないっていう生き方をしてるから、そうとてもいいなと思った次第でございます。すごいね、ななみちゃんなんか今その自分もさ、マッチングアプリ久しぶりにダウンロードして恋愛に向き合いながら選書マスターもやってるから、よりね、だから最近私寄り添えてる気がします。ね、ちょっと恋の相談得意だね。私なんかもうほーとかはーしか出てこなかったもんな。そうだよね。けどまあなんか恋愛は人ありきじゃない。でも自分のことは自分で幸せにできるってなったら、多分いい恋がふっと来たりとかするはずだから、みんな人に時間使いすぎないようにしてほしいっていうのが、その時の読書ってめっちゃいいと思う。いいよね。本読んでほしいな。何でもいいけどね。でもちょっと私国さん読みたいし、わちゃわちゃしてる恋愛の小説エッセイも気になったしあと文雄さんも気になったし、よかった、いい感じでしたね。ちょっと持ってきますけど忘れました。ありがとうじゃあ誰かの何かになるといいね。疲れるね。疲れない？めっちゃ暑い。なんか汗かくよね。もうなんかポッポしてるじゃあ皆さんまたこの企画疲れるけどでもさ、やりたいね。またちょっと不定期でインスタで悩みは募集したいので、もしお悩みあるよっていう方はインスタグラムフォローしてもらえたら嬉しいです。でどうしても悩んだらパーソナル選手市ヶ谷でやってるのでね、あなたのためだけに選ぶんで来てもらえても嬉しいです。じゃあ次の動画で会いましょう。失礼します。